豊の星、宮沢賢治。豊は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもう豊の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、豊よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など豊に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも豊の真っ向から悪口をしました。また出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ね。まああの口の大きいことさ。きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、豊かではないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが豊は本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえって豊はあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、豊はハムシを取って食べるのでした。それに豊には鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも豊を怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは豊の羽がむやみに強くて風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから豊の顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹が豊の家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばし集めを見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには解明の肥料というものをしなければいけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐ掴み殺すぞ。掴み殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱい広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。豊はじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けているからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて
巣へ連れて行ってやった。そしてメジロは赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに今度は一蔵だなんて、首へ札をかけられるなんて辛い話だな。辺りはもう薄く暗くなっていました。夜坂は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜坂はまるで雲とスレスレになって音なく空を飛び回りました。それからにわかに夜坂は口を大きく開いて羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないかのうちに、夜高はひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。夜高が思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが夜高の喉に入ってひどくもがきました。夜高はすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。夜高は胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシが夜高の喉に入りました。そしてまるで夜高の喉を引っかいてバタバタしました。夜高はそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして夜高は大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうへ行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜高はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜高の降りてきたのを見て言いました。兄さん、今晩は何か急のご用ですか。いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしてもと取らなければならない時の他はいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さんどうしたんです？まあもう一寸お待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメへ後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。豊かを泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。豊は高くキシキシ泣きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽や毛を揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。豊はぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さんお日さん、どうぞ私はあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前は豊かだな。なるほど、ずいぶん辛かろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。豊はお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。
体がずーっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしていたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。ユダカは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く、一面の星が瞬いていました。ユダカは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。ユダカはその火のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、ユダカなどは点で相手にしませんでした。ユダカは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の淡いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。ユダカはがっかりしてゆらゆら落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大船星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。ヨダカはがっかりしてゆるゆる落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは大風に言いました。いいや、とてもとても話にならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。ユダカはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時、ユダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、ユダカはまるで鷹が熊を襲う時するようにブルッと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブル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 震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。ユダカはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻くらいしか見えません。ユダカは登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽はそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬語のようです。寒さや霜がまるで剣のようにユダカを刺しました。ユダカは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。そうです。これがユダカの最後でした。もうユダカは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経ってヨダカははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような美しい青い炎になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の顔の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてユダカの星は燃え続けました。いつまでも燃え続けました。
今でもまだ燃えています。